ね、そういう感じがね、開放感にあふれた父島らしいお店にはなったと思いますけど。おはようございます。金井隆一です。今回もちょっとガーデンリメイクということで、東京都父島ですね、小笠原諸島でございます。オーナーさん自体が父島で飲食店をやるという形で、お店を自分たちで壊したらしく、自分で手作りでやってたんですけども、応援に行った次第でございます。構想はもうとにかく行ってからオーナーさんと話して、ある材料で何ができるのかと、実働7日間ぐらいの仕事。買ってもセメントぐらいですかね。じゃあもうほとんど廃材ってことですか？そうですね、廃材だけですね。その父島の雰囲気にとにかく合わせた形のオーナーが考えている構想のイメージを、できるだけ形にしていくというのと、それに合った廃材をうまく利用した形で表現できたかなとは思いますけども、開放感にあふれた父島らしい雰囲気のお店にはなったと思いますけども、はい。着きました。ようこそ。ようこそおされ。どうもよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さんが憩いの場となれるように今回ご連絡をして引き受けてくださいました。ここでそうですね、簡単にしようかなって思って、そこをちょっとで販売できるようにそうですよね。したいんですよね。台風結構当たるんで、屋根つけようかなって思ってるんですけど、なかなかそこまでそうですね。ターグラフにしてくるのは、あと、ね、タップかな。タップですけど、雨降ると、日差しとか、そういうのはそれ、防ぎますよね。これかとかトイレがそう、一つネックというか問題。トイレだって、こうやって下へ、いや、というわけも屋根あるんで、そうしたんで、あれはもう、ターグラ一体にしちゃって、こっちが小笠原市長ですね、東京都の。要望を聞きまして、ついでちょっと材料とか集めながら今日から本格的に作業をやっていき
ます。内側寸法で合わせちゃうか、外に柱を立てるか。ベルの金具とかも何かしらあるんで。今から、パーグラを組んでいきたいと思います。針を両サイド箱型にかけちゃいます。今日の作業2日目、おトイレを作っちゃいます。ちょうど前の靴が、これは家具材でやっていこうかなとは思っています。はい。おはようございます。今日で作業3日目、竹が調達できたので、竹を全部剥がせます。針自体も曲がったり、竹もちょっと曲がりがあったりして、なんか面白い感じになるかなという。光が漏れていいですね。光が取れる。僕がカウンターを作るためにちょっと品物出し入れのためのひさしを作ります。カウンターテーブル1枚もんで、そうすればここは完成。ここが狭いと店舗の入り口になりますから、多分ここのブロックで仕切っちゃいます。
もしあれだったらこの壁塗ってもらっちゃってもいい。えなくていいんで、まあ平らじゃなくて逆にもう手でボコボコ投げつけるような感じで、重くしないとか。一回でも下塗りあれじゃないかな。そこにつけた方がくっつくんじゃないかな。いいね、そういう感じがね。手でやった方がいい。どういうパターンにしよう。なんかこんな感じでいいんだっけ。まあ、おトイレの前で道路から一番見えるんで花壇でちょっと周りを囲っちゃいます。で使う材料としたらこのペンチ石これで縁を決めちゃいます。おはようございます。今日はですね、あいにくちょっと朝から雨なんで、このパーブラの上にシートを張って、作業ができる方をやっていきます。柵を立体的に立てていきたいと思います。まあちょっとこのアンカーを利用した形で、倒れなきゃいいような、そういう感じで。今日で6日目で立ち込み的なものができたので立体的なものをちょっと仕上げたいと思います。あ、これは車だ。自転車同様の柵。鉄球はこのまま錆びた色でいい。おはようございます。今日で7日目だ。7日目です。まあ、もう大体の作りは終わったんですけども、こちらの方のやっぱりブランドがちょっと限られた時間なんですけど、ブランドをちょっと演出しないと、これじゃあちょっと、この雰囲気が、やはり一番見かけの平板を使って、ちょっと今日はブランドのこの辺の整備をしていきたいと思っております。以上です。おはようございます。
今日で一応最終日8日目ということで、おトイレ周りのディスプレイ的な植物配置とか、後で水これもうちょっと入れるから。こっち重いかな。この浮き輪を利用してトイレットペーパーホルダーを作ります。8日目にしてやっと終わりました。完成です。全部じゃないんですけども、オーナーが後々やれる場所と、今日8日間でとりあえずできるだけチャレンジしてするという形で挑みました。お客様の方で用意してあった枯れ木倒木の、ポイントとしてそこが人が集まれるようにパーゴラ自然木で一応用意したのと、で2日目がおトイレ。これはもうまるっきりむき出しだったおトイレをほとんどあるもので一応作りました。ここが厨房になって、食べ物ここから注文を受けるという形だったので、カウンターと一応差し用2台1枚もになります。それをカウンターテーブルにして、それだけでやってるのか線でもないので、タイルもあそこに結構タイル全部あるんですけど、そういうものを使ってタイルを埋め込みました。どうしても囲むという形で、これも角材と流木倒木を利用した形で柵を作って、こうやっていい道になるんで、
ちょっとプライベート的なもので出入り口を少し塞ぐという形で白の漆喰を塗ったんですけども、天候の具合でちょっと漆喰が塗れない、塗ってもちょっと流れてしまうということで、今回はこういうね後々オーナーの方で塗っていただけるという形になりました。結構流木とか倒木なんかがはまっておりましたから、ここはもうオーナーから駐輪場を設けるためにちょっと仕切りとしてこういうベンチ代わりとかちょっと座れる近く、これを設けた。それとただどうしてもおトイレでするか、それだけは壁で目立っちゃうんで、ここは一応植物10円にしないっていうのは、10円にしちゃうと結構成長も早いんで、一応鉢で、グリーンをここだけは。ここの景観は両サイドにこれだけの大木があって、ボリュームがあるので、形状的にグリーンを入れるかなという感じにしました。見かけの平板が全部で60枚ぐらいここに積んでありまして、それが非常に空間が狭まっちゃっていたんですけども、ここは空間的に広いスペースになるので、できればもう、ここ全面的に引いて、この大木の木の下でちょっと休めるような雰囲気にしたかったので、つながりを一応大木の方に全部敷き詰めていきました。残ったやつをうまく利用した形でベンチとウェルカムボードをつけられるような感じで、一応大きな流れとしては、工程としてはこういう手順で作業で出来上がったのがこれです。以上です。どうもお疲れ様でした。本当に疲れた。